PMX000 メッサーラ。木星圏と地球を横断する超大型輸送艦ジュピトリスでパプテマス・シロッコが設計開発したハンドメイドの可変モビルアーマーである。この機体はシロッコによってデザインされた完全なワンオフ機であり、コンセプトも通常の機体とは大きく異なる。もともと木星圏においては大重力の環境に対応する作業機器が開発運用されていたが、これらは基本的に複雑に干渉し合う木星の重力を振り切り、母艦との往復を可能とするスペックを持っていた。ただしプロペラントとペイロードの効率は決していいとは言えず、バーニアスラスターの性能もほぼ限界に達していた。そこにモビルスーツが登場したことによって状況が一変。モビルスーツは宇宙用の作業機器としての側面を有し、燃料を必要以上に消費しない姿勢制御技術が兵器として成功した理由の一つであった。その周辺技術は瞬く間に木星開発用の機器にも影響を及ぼし、アンバック軌道やスラスターユニットの可変機構を搭載した機器がモビルスーツに先行する形で実用化されていった。メッサーラもそのコンセプトに沿って開発された機体であり、フレーム構成やデバイスの配置など地球圏の機体とは異なっているものの、実際には他の可変モビルスーツや可変モビルアーマーと同様の可変機であり、いわゆる修練進化を果たした機体ともいえる。というわけで、どうも皆さんお疲れ様です。プラシキです。本日は機動戦士ゼータガンダムに登場する可変モビルアーマーのメッサーラをレビューしていきたいと思います。発売日は2013年6月15日、販売価格は3300円となっています。機動戦士ゼータガンダムに登場する可変機を7月からずっとレビューしてきましたが、今回はバウンドドッグに続き第6弾目となっています。7月中には終わりませんでした。こちらのメッサーラですが、アニメシリーズのガンダムの中で初めて変形した可変機になるんですかね。かなり大型の機体になっているようなので、楽しみにレビューをしていきたいと思っています。もちろん可変機なので、モビルスーツ形態からモビルアーマー形態への変形もしっかりと備わっているようですね。再現度どのような感じなんでしょうか。結構この後ろのスラスターがかなり大型ですね。これで前高がかなり高くなっているような気がしますね。実際どのような感じか見ていこうと思います。それでは早速内容物をチェックしていきましょう。ごめんなさい、こちらのメッサラですが、まだ投稿を始める前に昔素組みで作ってしまっていたので、今回は作ったもののレビューをしていきたいと思います。ご覧のように説明書に関してはカラーと白黒の見開きタイプの説明書が付属をしていました。工程数に関しては52工程ほどですね。パーツ数、まずまずといった感じのパーツ数入っていました。そしてパーツの大きさに関してはそこまで大きなものは入ってなかったイメージです。そして背面にはこのように仕様の説明などもあります。中面にはこのような武装関連の説明、そして一番下にはおなじみゼータガンダムシリーズの説明書といった感じですね。そしてランナー数このような感じになっています。すべて新規ランナーで、基本的にはPS 樹脂がメインですね。関節関係は ABS 使われていました。それでは組み上げているものを見ていきたいと思います。まず胴体と頭部パーツからですね。このような感じになっています。そしてこの位置、スライドのギミックが搭載をされています。このような感じで頭部は動かないですね。そして後ろの位置、この位置もスライドのギミックが搭載。裏面なんか結構ディテール細かいですね。結構細かく入っています。そしてこの位置もスライドするようなギミックが搭載をされていました。合わせ目に関してははめ合わせ構造のためこのような感じで全箇所に出るような作りになっていますね。そしてこの腕の位置と脚部の接続部分、腕の部分はポリキャップ接続で、脚部に関しては PS での接続といった感じになっていました。そしてこの辺りは色分けをホイールシールで補うといった形、物合いもホイールシールでの色分けとなっています。物合いは固定のため動かないようになっていました。そして腕部パーツ左右ともに同じ作りとなっています。このように合わせ目に関しては肩部分と前腕部は出ないようになっています。内側に少し合わせ目出るような感じになっていますね。そしてドルフパイプは赤いパーツで色分け。そしてこの位置、開閉ギミックがありミサイルポットが見えるようになっています。ミサイルポットは色分けとなっていました。内部モールド少しありますね。前腕部のこの位置もポリキャップで移動するように稼働できるようになっていました。
色分けは最低限の色分けといった感じでしょうか。そして肘の部分ですが、このように逆方向にも曲げることができるような作りとなっていました。マニピュレーターは360度ボールジョイントのため回ります。そしてちょっと残念ポイントなんですが、このように接合部分の裏目が肉抜きがあるんですね。そしてこの前腕部の位置はパーツ取り外しが可能となっています。そしてこの位置にクローを差し込むことができるようにできていました。クローの接続はボールジョイントでの接続となっています。差し替えではあるんですが、このクローの感じがかっこいいですね。結構迫力のある感じの武器となっています。そして上腕部はこのように360度回転するようにできていました。前腕部は動かないですね。マニピュレーターは平手とそして握り手の2種類が付属、そういった腕部パーツとなっていました。続いて脚部パーツ、このような作りとなっています。メッサーラ脚部ちょっと長いんですよね。そして合わせ目に関しては太ももからずっとこの位置まで合わせ目が出るような作りとなっています。ある程度段落ちモールドなどはされているんですが、少し目立つのかもしれないですね。このような感じですね。そして色分けに関しては動力パイプの部分とこのような感じ。そして膝に関してはある程度可動域設けられていますね。そしてこの足の部分ですが、このように左右にも動きますし、前後にもこのような感じで可動域が設けられているといった感じになっています。可変機構があるのでこのような作りになっていますね。肉抜きなんかはこのクローの部分の内側にあるような感じとなっています。そしてこの足の部分の作り見てもわかるんですが、接地面が少ないので立たせた時に安定をがっつりするという感じではありませんでした。このような脚部の作りとなっています。そして特徴的なメッサーラの大型のスラスターを見ていきたいと思います。作りはこのような感じになっています。裏面なんかはディテールしっかりと入っていますね。このような感じの作り。ギミックなんかは特に搭載されていません。このスラスター部分は色分けが必要となってきます。そしてこの位置、メガ粒子砲ですね。この辺りも色分け必要かと思います。ポリキャップでのジョイントとなっていました。合わせ目に関しては少し目立つんですが、そこまで気になるほどという感じではありませんでした。このような作りとなっています。そしてビームサーベルは2本付属。持ち手の部分にダボがついているので保持はかなりしっかりしていました。そしてこちらが専用のスタンド。結構珍しい形のスタンドですよね。スライドのこのようなギミックも搭載されていて、こちらはビスを使うようにできていました。下の台座の部分も動きますね。結構細かい作りとなっているスタンドとなっていましたね。このように固定することも可能となっています。そしてスタンド裏面には使わないパーツをこのように収納できるんですね。この辺りはいいですよね。よくなくしがちなので、こういった形で全パーツを保存できるように作られていました。さあ、それでは取り付け、可動域など見ていきたいと思います。脚部はこのように軸でのジョイントとなっています。両側ともにですね。そして腰アーマーみたいなのが基本ないような感じになっているので、すごい足長いですよね。かなりスタイルのいいメッサーラといった感じでしょうか。両側に開く動作はこの位置ぐらいまでは可動域が設けられていました。前後へ開く動作はヨウムのスカートがないのでかなり開きますね。そして膝に関してはこの位置まで曲げることが可能となっています。可動域結構広い方ではないでしょうか。そして腕部に関してはポリキャップで軸でのジョイント。左右ともに同じような形でジョイントをしていくといった作りになっていました。このような感じですね、見た目。結構足長いですよね。そして腕部に関してはこの位置まで水平に上げることができるようになっていました。前に出す動作も結構得意ですね。このような感じになっています。結構腕部の可動域広いですね。肩の位置が二重で曲げられるようになってるっていうのも結構あるのかもしれないんですが、可動域広い方ではないでしょうか。そして大型のスラスターをポリキャップで接続という感じになっていました。両側とも同じですね。このような形で接続になります。この
大型のスラスターがかなり大きいので、結構立てるときに安定するのかなとは思ってたんですが、意外とバランスは取れるようになっていました。これでメッサーラ本体の完成となります。続いてモビルアーマー形態を見ていこうと思います。まずこのような形で腕部を取り外します。そして胴体のこの位置をスライドさせ、大型スラスターの位置をこのように上へ上げますね。そして前に押しやり、そしてスラスターをこのように後ろに固定をかけます。そしてこの位置も上に上げて、この差し替え用のパーツ、これを取り付けて大型スラスターの方と固定をします。この辺りが完全変形ではないような感じですね。結構しっかりと保持できます。そしてこの脚部の足部分のクローを折り曲げて、このような感じの脚部。そしてこちらを逆位置へ跳ね上げます。そしてこの膝の部分が合わさるような形にして、この位置で止めるような感じです。特に固定するような感じではないんですが、このような感じの脚部となっています。そして腕部はこのようにパーツ取り外し、マニピュレーターを取り外します。そしてこの位置をポリキャップ差し替えてはめ込んだら、この肩の部分と前腕部のアーマーがこのようにカチッとはまるような感じにできていました。この辺りはやはり変形の部分ということで、この位置にボールジョイントでのはめ込み、大型スラスターの内側にはめ込むといった形の作りですね。このような変形機構となっています。こちらでモビルアーマー形態が完成というところでしょうか。このような感じの作りのモビルアーマー形態ですね。完全変形ではなく差し替えが結構あるんですが、仕上がりは再現度高いんじゃないでしょうか。結構このやっぱりスラスターがかっこいい感じのモビルアーマー形態となっていました。どうでしょうかね。そして裏面には専用ディスプレイ用の固定穴が開いていました。それでは完成です。さあメッサーラ完成しました。どうでしょうか。このいでたち、胴体から脚部が出ているような感じになるので、かなり足の長いモビルスーツといった感じでしょうか。プロポーションは非常にいい出来なんじゃないかと思います。この頭部がめり込んでいるような作りも珍しいですよね。かなり異様な形をしているんではないでしょうか。それでは武装類ビームサーベル、このような形で持たせることが可能となっています。そしてこちらがワンブクローとグレネードランチャーといったところでしょうか。そしてこちらがモビルアーマー形態となっています。このような感じの見た目ですね。結構速そうな感じで、後ろから見た感じ、こちらの見た目好きなんですよね。個人的にはかっこいいなと思っています。そして正面からはこのような感じとなっていますね。結構スピードが出そうなモビルアーマー形態。さあこれでティターンズの可変機で揃いましたね。皆さんお気づきと思うんですが、サイコガンダムがしれっと入っています。こちらは動画投稿前に一度作ってしまって全塗装しているので、最後のエンディングの方に少しだけ紹介したいと思います。これだけ可変機が並ぶと結構圧巻の見た目となっていました。さあメッサーラ、皆さんはどういう印象を持たれたでしょうか。再現度結構高いんじゃないでしょうか。皆さんいかがだったでしょうか。今回 HGUC144 分の1メッサーラを作った感想ですが、異様なデザインと大きさも相まってかなり存在感のあるキットになっていました。色分けは大まかな部分が成型色で再現されていますが、細かい部分は塗り分けが必要な箇所も多いです。合わせ目などは少し古めのキットのため出てしまうのは仕方がないですね。ただ大型の機体ですが、各関節の保持力などはしっかりとしていて、可動域も優秀な部類かと思います。モビルアーマー形態はパーツの差し替えと保持パーツの追加での再現ですが、仕上がりは良好かと思います。飾る用のアクションベース2仕様のスタンドは付属品をまとめておけるのが嬉しい仕様でした。全体的にプロポーションもいいキットになっていたと思います。さあそれでは最後にサイコガンダムをどうぞ。そしてこちらが以前組んでいたサイコガンダムですね。全塗装しています。こちら素組みでいくと成型色で色分けがあんまりされてなくて、塗り分けしないとちょっとのぺっとした感じの印象になるキットだったのを覚えています。そしてかなり大型のキットになるので、各関節が ABS 使われていたりと、結構塗装も大変だった思い出がありますね。
ただ作ってみると面白い大型のキットなので非常によくできてるなという印象ではあったんですが、このような感じのモビルアーマー形態も再現度高くてですね、変形機構もしっかり完全に変形できるような感じとなっていました。もし機会があれば作ってみてはいかがでしょうか。それでは本日もありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で。